こんにちは、東京ベジライフです。今日はインド発祥の医学アユルヴェーダから学ぶ生活の知恵10個をご紹介します。アユルヴェーダはインドで5000年の歴史があるとされる医学で、アユルは命を、ベーダは知識を意味します。アユルヴェーダは自然界に存在する空気、空間、火、水、土の5つのエレメントがベースとなっていて、それらが組み合わさった3種類の動作というエネルギーが存在するとされています。空気と空間はバター、火と水はピッタ、水と土はカパという動作のベースとなります。バタは風のようにとどまらない動きのエネルギーで、軽さや乾きを表します。ピタは火のような変換のエネルギーで、熱さや鋭さを表します。カパは大地のようなどっしりとしたエネルギーで、ゆっくりとした落ち着きを表します。私たちはこれらの3つの動作、エネルギーが全て必要ですが、生まれつきの体質、気質によってエネルギー構成は異なり、その日や人生の過程の中でも構成が変化していきます。痩せ型でどこかふわふわしていて想像力が豊かな人はバタが多い人、アスリート型でやる気に満ちていつも活動している人はピタが多い人、ふくよかで周りに優しく落ち着いた人はカパが多い人、バタピッタのように2つの動作が同じくらいある人もいますし、稀に3つの動作が全て同じくらいある人もいます。それぞれの人にその人に合ったエネルギー構成がありますが、何かが原因でそのバランスが崩れてしまうと体や心の健康に影響が出るとされています。例えばもともとバタが多い人のバタが増えてしまうと、体重が減って便秘がちになり、落ち着きがなく物事に集中できなくなったりします。そこでアユルヴェーダでは〇〇健康法、〇〇体操、〇〇ダイエットといった形で一つの方法を全ての人に当てはめるのではなく、食事を含めた生活のあらゆる側面から3つの動作をバランスさせることを心がけることで、心と体を健康にするホリスティックなアプローチが取られています。普段の生活の中で自分の動作構成がバランスよく保てているかを把握するのに一番有効なのは、お腹の調子に意識を傾けること。アーユルヴェーダでは特に食べ物が消化され、栄養が吸収され、便として排出されるという一連の機能がしっかりと行われていることが健康のベースとなるとされています。バタが多くなると乾燥し、コロコロの便しか出なかったり、ガスが溜まるような便秘になりがち。ピッタはもともと消化の力が強いため、普段は便秘知らずですが、ピッタが多くなると胃酸が多くなり、胸焼けがしたり、消化のスピードが速いため下痢をしたり、十分に栄養の吸収ができなかったりします。カッパが多くなると消化に時間がかかり、お腹が常に重いような何日も排便できない便秘になりがちです。お腹の調子があまり良くないなと思ったら、その症状によってどの動作のバランスが崩れているかをまず意識してみましょう。アーユルヴェーダでは普段の食事によって動作のバランスが崩れないようにし、そしてバランスが崩れた時にそれを修正します。食べ物はそれぞれいずれかの動作を高める効果がありますので、自分がもともとピッタが多いなと思ったら、ピッタを高める食べ物を大量に食べないようにする。お腹の調子からピッタが高まっているなと思ったら、ピッタを高める食べ物を避けるようにするのがベーシックなコンセプトです。体調を崩した時にどういった組み合わせで食べた方がいいのかという食事療法はとても奥が深いですが、普段の食事でそこまで難しく考える必要はありません。自分のエネルギーの傾向と状態が分かれば、その時に自分に合った食材も見えてきます。バタが多い人は活力になるフルーツや穀物などの甘さがある食べ物や、消化を促進する酸っぱい食べ物、体を温め水分にもなるスープを積極的にとり、ガスの元になるようなお豆、乾燥したクラッカーや冷たくデトックス効果が高いグリーンサラダなどは避けるように。ピッタが多い人は熱量、活動量が多いため、エネルギーとなるフルーツや穀物を摂り、生野菜などの体を冷やす食べ物も適量であれば問題ありませんが、体をより熱くするような辛いものや玉ねぎ、ニンニクなどの刺激が高い食べ物、酸の元となる酸っぱいものなどは摂りすぎないように。カッパが多い人はデトックス効果の高い苦味のある葉物野菜や
消化の火をつけるスパイシーな食べ物を積極的に摂り、体重の増加につながる糖分、体に水分を蓄えてしまう塩分、体を冷やす食べ物は避けるようにしましょう。アーユルヴェーダではスパイスは薬として捉えられています。インドのカレーは様々なスパイスを調合して作られますが、毎日の食事に取り入れたいのがクミン、コリアンダー、ターメリックのスパイス三重視です。消化促進効果が高く炎症を抑える効果もあるクミンはアユルヴェーダレシピで使われないものはないと言っていいほど馴染み深いスパイス。コリアンダーはクミンと同じく高い消化促進効果がありますが、体を冷ます効果もあるので暑い夏に食欲がない時など効果的ですし、クミン・コリアンダーのコンビはその効果だけではなく香り・味の相性が抜群です。以前ご紹介した野菜の炒め煮や多人鍋にしてもいいですし、クミン、コリアンダー、塩をまぶしたカリフラワーなどの野菜をオリーブオイルでマッサージし、オーブンでローストするのもおすすめです。ターメリックは抗酸化・抗炎症効果が高く、免疫力の強化も期待できるアーユルヴェーダのオールスター的スパイス。独特の苦みがあるので甘いものと合わせたり、他のスパイスと合わせるのが一般的。私は毎朝のグラノーラヨーグルトにターメリックの主成分であるクルクミンの吸収を促進するブラックペッパーと一緒に入れて食べています。アーユルヴェーダでは食べたものがしっかりと消化されてから次の食事をとることが重要とされています。そのためどの動作が高いかによって良いとされる食事の量やタイミングが異なります。バタは消化の力が弱いため、食事と食事の間を6時間ほど空けながら、小食がちなため3食しっかり食べること。ピッタは消化の力が強く、お腹が空くと苛立つ傾向があるため、4時間ほどおきに食事や間食をしても大丈夫。カパは消化に時間がかかり、体重が増えやすい傾向があるため、間食は控え、食事と食事の間は6時間以上空けるようにします。いずれの動作が多い場合でも、消化の力が1日の中で一番強いとされるお昼ご飯を1日の中で一番大きな食事にすることが推奨されています。1日の中で消化の力がお昼に高まるというのは、1日の中でそれぞれの動作が強まる時間があるとされているからです。朝10時から午後2時は活動的なピッタが高まる時間のため、大きな食事をとるだけではなく、重要な決定をすることが良いとされ、想像力のバタが高まる午後2時から6時にアイデアを出したりクリエイティブな作業をするなど、1日の中のエネルギーのサイクルを意識することで、より効果的に行動し、1日を過ごせるとされているのです。1日の中で午後10時から午前2時は活動的なピッタが高まる時間、そして午前6時から10時は動きが遅くなるカパが高まる時間。夜いざ寝ようと思ったら意識が高ぶってなかなか寝つけないという人や、朝動き出せずになかなか起きられない人も多いと思いますが、アーユルヴェーダではピッタが高まり始める夜10時までに就寝し、カッパが高まり始める朝6時までに起床することが体に十分な休息を与えながらすっきり起きる秘訣とされています。朝6時前に起きたら、それは想像力が高まるバタの時間。インドではまだ暗いこの時が瞑想に最も適した聖なる時間とされています。日が昇る前の静まり返った環境に身を置き、メディテーションをするのもいいですし、散歩に行ったり、思いついたアイデアを書き留める時間にしてもいいですね。誰にも邪魔されずに自分と向き合えるこの時間に高まる想像力をしっかりと捕まえることで、意識の高い一日を送ることができるでしょう。朝6時から10時は動きが遅くなるカパの時間。出勤中の移動はじっとしている時間が長いため、出勤前に適度な運動をすることで体がしっかりと目覚め、スイッチが入ります。ほとんどの人が朝歯磨きをすると思いますが、アーユルヴェーダでは口の中に悪い菌が増えると、それが体に入っていき病気のもとになるため、お口のケアは健康管理に非常に重要とされています。また、食べ物を口に入れた時、舌で味を感じ、舌への刺激が腸に伝わることで消化が始まるとされているため、特に夜寝て起きた時に舌に溜まっている菌の掃除は欠かせません。舌スクレーパーなどを使って舌をきれいにし、歯磨きをして
オイルプーリングと呼ばれるごま油かココナッツオイルをマウスウォッシュの代わりに口の中でクチュクチュするのがアイルベーダのお口ケア習慣ですが、重曹大さじ1、ココナッツオイル大さじ2、ハッカオイル適量を合わせたホームメイドの歯磨き粉を使えば、添加物不使用でオイルプーリングの効果も得ることができます。抗菌作用が高く、アーユルヴェーダの歯磨き粉によく使用されるニームの粉を合わせるのもいいですね。ただしニームは苦いので慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。1日の終わり午後6時から10時は朝と同じく動きが遅くなるカファの時間。10時までの就寝を目指して、この時間に体心をリラックスさせる習慣を取り入れるといいでしょう。お風呂に入ったり瞑想をしたり軽いストレッチをするのもいいですが、アイユルヴェーダで大切とされるのがオイルマッサージです。アイユルヴェーダと聞いてマッサージを思い浮かべる方も多いと思いますが、サロンに行かなくてもセルフマッサージでも十分効果があります。体のこりをほぐして柔らかくしたり、筋肉疲労を和らげたり、体心をリラックスさせたりと幅広い効果がありますが、一日の最後に今日もお疲れ様と自分をいたわることで気持ちよい睡眠に導かれることでしょう。いかがだったでしょうか。今日はアイルヴェーダーから学ぶ生活の知恵10個をシェアしました。今回の動画でご紹介したのはアイルヴェーダーの本当に入り口のところだけなので、ご興味のある方は専門書なのでぜひ知識を広げていただければと思います。それでは See you next time!